はい、私たちは今恋ますワクワク。こんにちは、みつです。よろしくお願いします。今日のお話ですね、船を学ぶとどうなるのかというお話をします。でですね、まずは古代のハワイアンというのは自分たちの子供に一番最初に教えることというのがあります。これは自分という存在は3つの自己から成り立っているということを教えます。ウハネ、顕在意識、ウニヒピリ、潜在意識、そして、超意識、アーマクア。この3つの自己が、自分の中、意識ですね。3つの意識が自分の体の中にあるということと、さらに万物には神聖な意識、神格様が宿るよと。もちろん自分という存在も万物の中の一つですから、神格様も宿っています。で、日本では四根一霊で、船学の方でも3つの自己プラス神格様という形で4つの自己というのが本当は基本なんですね。で、古代のハワイには、一神教のようにハワイというところはアメリカ領に占領されてしまいましたんで、一神教になってしまいました。なので、全てのものに神格様が宿る、霊性が宿るみたいな、神聖な意識が宿るという考え方というのは一神教からすると教義が違うので、この船の教えっていうのは法律で禁止されて壊滅してしまいました。で、日本で船を学びたいと思っても学べないので、ワオポノポノから船の方にっていうのは、ワオポノポノというのは、12のステップというのがあって、12のステップのうちの6の ABCD というこの4つのことを言うので、12のステップの中の一部のことをワオポノポノと言います。なので12のステップも船の教えの中の一部分だけなんで、これからちょっとワオポノポノからちょっと枠を広げていって船の教えという形になっていきます。でですねこの船の教えは何をするのかというと、まず一番最初にすることは自分自身を癒すということをやります。で、自分の中にある顕在意識と潜在意識をまず一つに合わせていって、さらにそこから超意識とつながって三位一体になるっていうのが本当の自分なので、それを思い出すためのプロセスというのがワオポノポノです。難しいことをするわけではなく、日々の積み重ねでどんどん、理解が深まっていったり、コミュニケーションも自分の中の隠れた潜在意識なんですけど、今のあなたが例えば30歳であるとすると、ほぼ25年ぐらいはこの分かれた意識でずっと生活してますから、一緒になってないんですね。これを徐々に今まで25年間放置してきたものを一瞬にしてなるのかっていうと、そうはいかなくって、僕もそうですけど、ほぼ3年、意識しだしてホーポノポノというものをやってますから、約15年間こういうことをやってます。ほぼ毎日ですね。で、船の教えというのを知ってから約3年なんですけど、やっぱり、ワオポノポノに変えてもこの船の教えをコツコツ今日も朝からやってます。夜も多分寝る前にやりますみたいな形ですね。日々やってることなので、どうなっていくのかっていうことを皆さんが知りたいと思うので
ちょっとお伝えしておきますと、まず宗教なのかというと、自分の中の神様を見つけるということなので、自分を信じることになります。これを他のもの、何か祈る対象物があって、それに、服従するような形、依存するような形、これは宗教です。自分を自分で依存するとなると、宗教とは呼べないかもしれないですね。で、まずは自分のことを自分でケアするということで、自分の健在意識が母親役となって子供となるウニヒピリというものをケアします。統合していくと言ったら難しいけど、お世話していく。ただ一人二役でやっている。自分も潜在意識でもありますから、自分のケアを自分でするんです。で、さらにお父さん役がいますんで、子供とお母さんが仲良くなって、お父さんと3人が手を取り合ってみたいな形の意識になります。それが起こるとどうなるのかというと、うまく人生が運ぶようになっていくんですね。で、さらに、自分の体のメンテナンスとか健康状態も良くなっていきます。でこれを、まずどこにも教えがないので、ワオポノポノを知らずしてフナを学ぶことは難しいとちょっと言ってますけど、本当に今探してみてください。フナの教えがどこかにあるのか。多分ないんじゃないですかね。ぐるぐる回って僕とかにたどり着くんじゃないかなという感じがします。で、この自分が癒せるようになったら、もしくは世界中の人がね、このフナの教えを学ぶとどうなるのかというお話がちょっとありますんで、まずはあなたがフナを始めるとどうなるのかというお話をしたいと思います。ちょっと書籍の中からなんで、フナでは、思いは現実になるということを教えてます。3つの自我と協力してマナと呼ばれるエネルギーの管理の仕方や、望みを叶える上でのブロックとなるものを取ることによって、その効果的な祈りというものを学びますね。で、みんながこのフナっていうのを実践したらどうなるのだろうかっていうことをちょっとお話ししてるんですけど、全ての人が自分の思いやりや、自分の思いや言葉が自分の現実を作り上げているということに気がついたら、口に出す言葉を、それはもっと気をつけるようになるでしょうと。で、今人々が話す話の内容の 80% がネガティブなものだとしても、もしその 80% がポジティブな言葉に変わったら、人々の行動というのはどれほど大きく変わるでしょうかと。ネガティブを言わないようにするのはニュース、媒体やテレビにとってそれはとっても難しい問題になるかもしれません。フナの誓いを思い出してみましょうと。誰もが自分の生活を全うして責任を果たし、他人の邪魔をせず、他人には他人の人生があるということを理解できれば、人に対して寛大になり、批判したくなるでしょうと。批判しなくなるでしょうですね。批判しちゃダメですね。批判しなくなるでしょう。ネガティブな政治運動は過去のものとなり、すべての広告はとっても正直なものになるでしょうと。誰もが、ウニヒピリから問題となるパターンを取り除くことができたら、社会はどう変わるかを想像してみてください。性欲が健全な方法で解き放たれ、古い怒りが取り除かれれば、暴力は少なくなるでしょう。いつでも自分や他人を許すことができれば、敵と戦う理由はもはやなくなるでしょう。対立が生じたら人々の間、あるいは国家間でこのワオポノポノが行われるでしょう。
他者を傷つけないことが基本のルールになるかもしれません。人々が自分のマナの本当の意味で、自分のマナというものを本当の意味で理解したら、意識してマナを集め、マナを消耗しないような生活をするでしょう。その結果、気分や体調が良くなり、ほとんどの病気を予防できるでしょう。もし病気になったら、それをメッセージと認め、病気の原因を探しながら、体だけでなく心や魂の問題を、解決して健康を取り戻すようになるでしょう。フナの世界では、祈りは生活の一部になっています。祈りは人々の間に幸せや豊かさ、そして健康を広めてくれるでしょう。自分が幸せで満たされていれば、今度は他人の幸せのために協力できるようになるのです。人々は普通に祈るようになり、自然の中で過ごし、自分たちの源とつながるようになるでしょう。誰もが沈黙と瞑想を大事にするようになるでしょうと。すべての存在はつながっていて、それぞれに神が宿っていることを理解できれば、他の人種や文化、動物、動植物といった自然を痛めつけることはなくなり、環境破壊もなくなるでしょうと。人々は自分が一人きりでなく、いつでも手を差し伸べてくれるアウマクア、愛にあふれた霊的なガイドや守護者、天使などの存在がいるということに気づくでしょうと。フナの世界ではバランスの取れている状態が理想であり、誰もが他の人々や環境との調和を図るように心がけるでしょう。アーマクアが精神的なアドバイスを与え、ウハネが理性を与え、ウニヒピリは体や感情を司ってマナや愛を与えるという3つの自我のバランスを大切にするでしょう。人々はアウマクアの重要な働きについてより深く学び、物事のより高い次元での目的を理解し、日々の行動をますます気高いものにしていくでしょうと。仕事と休み、勉強と遊びにはそれぞれ同じぐらいの時間を費やすようになるでしょう。ウニヒピリを楽しませて、ウハネを休ませる、ゆったりした遊びが大切にされるでしょう。芸術や音楽、ダンスなどが人生を喜ばしいものにすると考えられるようになるでしょう。お金と精神のバランスが図られるようになり、精神について考える時間が増えるでしょうと。誰もが豊かになることが社会の目標となるでしょうが、お金を貯め込むことはそれほど重要ではなくなるでしょう。政治や宗教の指導者たちが現在のように権力を持つこともなくなるでしょう。すべての存在の幸せのために個人が責任を持って行動するようになるからです。今の社会はすべての存在が幸せであるような状況からかけ離れていると思うかもしれませんが、このワオポノポノフナの教えを学ぶことで、あなたはそのような社会を作り出す第一歩を踏み出したのですと。すべての存在が満たされて幸せである世界を想像してみましょう。その世界はどのようなものですか？あなたはその世界をどのように感じますか？あとは船の知識を使って自分の世界を作っていけばいいのですと。船を学ぶということは、自分で自分の世界を作り上げるということになります。今日はこのようなお話ですね。船を学ぶ
ということは、自分が自分の人生に責任を持つ、自分で自分の人生をプログラムしていくということになっていくということになりますね。以上です。はい、私たち今ここにますワクワク、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。